皆さんはじめまして、ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパンという国際 NGO で、ボランティアコーディネーターをしている小倉と申します。今日はよろしくお願いします。はい、ボランティアコーディネーターというと、うちのおじいちゃんとかは、仕事でボランティアしてて偉いねとか、あと学生からは、ボランティアのプロとはどういうものでしょうとか、そういう質問をいただくことがあるんですけれども、私は NGO の職員ですので、ボランティアではありません。で、ボランティアコーディネーターってじゃあ実際どういう仕事をしてるのかなっていうと、支援を必要としている人と、何かしたいなって思ってる人、例えばボランティアさんとか寄付者さんとか、そういう人たちを、つなぐファシリテーターを、しています。ではなんで私が、もともと企業でも働いていたことがあるんですけれども、企業で働いていたことを得て NGO スタッフになったのかお話しさせていただきたいと思います。はい、きっかけ、大学1年生の時に行ったフィリピンのワークキャンプがきっかけでした。これはフィリピンのネグロス島という島のちっちゃな村で野菜を保管するための納屋を建てました。でその時に感じたこと4つあります。1つ目、はい、これが、ホームステイしたところの先の家族の皆さんなんですけれども、これお兄ちゃんなので、この後ろのサングラスかけてるのがお兄ちゃんですね。ちょっと右腕隠してるので見えにくいと思うんですが、このお兄ちゃん、この右腕をこう映さないようにしてるのに理由があって、右腕怪我してて4ヶ月前からずっと怪我をしてて、もう今では動かなくて痛みも感じないという状態にまでなってしまっていたんですね。で、どうしてこれ病院に連れて行ってあげないのってお母さんに聞いたところ、村の診療所には連れてったと。で連れてったけれども、それじゃあ治せないから町の病院に連れてってくださいと言われたと。ただ、そのお金が払えないって言って泣き出した。でそれはいくらだったんですかって聞いたら1000円1000円が払えないからお兄ちゃんが腕がずっと麻痺して動かなくなった。で私はそれを聞いた時すごくショックで、自分のたった1時間のバイト代の時給すら出せなくてこんなに泣いている人がいるっていうのが一個すごくショックだったのと、あとは、逆に言えば日本人を動かすことで多分みんなに1000円で結構簡単に出そうと思えば出せる金額だと思うんですね。でたったその1000円、日本ではそのたった1000円を動かすことですごく現地にインパクトをもたらすことができるなって思ったのが1つ目です。はい、で2つ目、これが一番右に映ってるショートカットの女性がジェニーっていうんですけれども、彼女大学卒業していて、でもちろん英語もペラペラでパソコンスキルもあって、当時大学1年生の私からしたらすごいお姉さん的な存在だったんですね。でただ彼女に、卒業した後何するのって言ったら、仕事がないから多分海外に出稼ぎに行くって答えたんですね。でそれも私はびっくりしてしまって、そう生まれたところが違うだけでこんなに多分人生におけるチャンスも違ってっていうことを一つ感じたのと、逆に私は日本に生まれたんだから何かしら仕事に就くことができる、だったらそのチャンスを生かそう、そう思いました。はい、3つ目、すごいシンプルですけどやっぱり村の子どもの笑顔っていうのはすごくいいなと思いました。で貧しいっていうことは多分経済的にね豊かだっていうことは多分幸せっていうこととイコールではないのかな。じゃあ幸せって何だろうってその時に思いました。はい、で4つ目、皆さん途上国とか行ったことある人目にしたことあるかもしれませんが、よくこういう状況を見ますね。いっぱいゴミがこう落ちてると。で例えば彼らの意識の問題だとか教育がなってないとかそういう面ももちろんあると思います。ただその時に聞いた話で私が一つちょっとびっくりしたというかショックだったのが、もともとこういう村の人たちっていうのはビニールとかそういう土に帰る素材っていうのが村の中になかった。だからみかんとか食べてポイ捨てしてたとしてもみかんの皮がいずれ、土に帰る。そういう中で例えば日本の会社の企業とかが、マーケティングで進出してきて自分たちの、商品を売りたいがためにこういうふうに村の人に教育はしないでこうやって売る。で村の人は知らないからそのまま、いつも通り捨てる。で土に帰らない。それを見て、自分が将来もしこうやって企業に入って物を売るような立場になって一生懸命働いて、成績を上げて物を売ってっていうすごいいいことをしたような気持ちになってたとしても、自分の知らないところでこうやって何かを破壊してしまっていることっていうのはあるんだなと思って、もうだったらいっそもう何もしない方がいいんじゃないかなっていう少し絶望的な気持ちにもなりました。でもやっぱり生きてる限り何もしないっていうことができないので、であれば
もし少しでも何かすることで何か変わる可能性があるのであれば、ちょっと自分は何かしてみよう、そう思って、そう思いました。で、この経験を通じて、やっぱり自分は将来日本人がこう海外に行って何かを感じて帰ってきて、で広めてくれる、そういうところに関わりたいなと思って、今の仕事の、なんていうんですか、こういうイメージっていうのはもうその時からなんとなく持っていました。はい。そして、旅行会社で大学を卒業した後に3年間働きました。専門性を身につけるためと、企業で働くっていうことを、知るためです。で、今は社会問題を解決するために、NGO だけじゃなくて政府と企業と NGO3 社が、連携して一緒に、問題を解決していくという時代になっています。その中で、企業の考え方というのを知れたことは、今の仕事にすごく大きな力になっているし、やっぱり企業で働いて効率を上げる、効率的な仕事をするっていうことを知れたこともすごく役に立っています。はい。では、皆さんハビタット・フォー・ヒューマニティって何、聞いたことないとか思っていたかと思いますが、ハビタットのこと。ハビタット・フォー・ヒューマニティは、住宅を建てることでコミュニティを築く自立支援型の NGO です。貧困国だったり被災地だったり先進国だったり、そういうところで世界80の国で住居支援活動を行っています。はい、でちなみに、神田外語大学にも、ハビタット・ジャパンの、学生支部があってこうやって活動しています。多分お友達の中にも、メンバーいらっしゃるとかいるのかなと思います。はい、では、ここで簡単なクイズですが、世界人口の中で貧困人口って言われている人たちの割合は、何%ぐらいだと思いますか？ちなみに貧困の定義は今のところ、1日2ドル以下で生活する人たちです。正解はじゃん、35%、ここの大体3人に1人ぐらいの割合が1日2ドル以下で生活しているということになります。はい、貧困層1日2ドル以下で生活する人が 35% で、さらに、1日 1.25 ドル以下で生活する最貧困層と呼ばれている人たちが 18% います。で、日本人の生活費の平均というのを出してみたんですけど、そうすると1日1人3000円ぐらい家賃やら、食費やら何やらで使っていることになるので、貧困層の人と比べても大体15倍以上日本人の人は使っているということになります。はい、これが大体貧困の図ですね。青いところ大体こう赤道に沿って、貧困国は広がっています。はい、で、皆さんよく貧困をなくそうっていう言葉は、よく言われていることだと思います。じゃあ実際貧困って何だかっていうのを考えたことがありますか？多分、みんなにとっても悩み一つとってもみんなと私とは多分悩んでることって違うと思うんですが、貧困の中にも人によっていろんな状況とか事情とかがあります。でとりあえず今一人一人の顔を少し見てみましょう。はい、彼は、スリランカ人のティラン君5歳です。スリランカはずっと内戦をしていたので、彼も生まれた時はすでに、内戦中でした。で避難民キャンプの中の病院で生まれました。で2009年内戦がやっと終了してやっと家に帰ったところ、もちろんお父さんたちがね住んでた家全部壊れていました。で一家はもともと農業とか酪農で生計を立ててたけど、今は土地もなくて家畜もいなくて、で、とりあえずそこら辺に落ちてるもの拾ってきてとりあえず家みたいなのを作って住んでみた。そして、そうですね、お母さんは海外で出稼ぎをしなくてはいけない状況っていうのがこれティラン。もう一人、これがタイのワンディさんっていう人ですね。ボートの上の紙持ってる女性がワンディさんですが、こっちのお子さんは心臓病で、お母さんも病気になっていて毎月病院代がかかる。で働き手は自分だけで、2011年にタイですごい大きな洪水あったと思いますが、その時に4メートルまで来てしまったので、家まで全部水に浸かってしまい、真ん中ぐらいまでで、穴が床に開いてしまったと。でこんな高い式住居で穴が開いちゃうと子供がいつ落ちるかちょっとわからない、そういう心配しながらでも直す余裕はありません。そういう状況で、暮らしているワンディさんです。はい、背景も違えば状況も違うティラン君とワンディさん、あなただったら何が必要だと思いますか？
水とか食料、医療とか生活物資、宗教、教育、人権、いろいろな答えがあると思うし、いろいろな方法があっていろいろな NGO が活動しています。ハビタットはなぜその中で家を支援するのか、ここで、現状から抜け出すためのステップお話ししたいと思います。まず、もう災害が起きた直後とか、もう本当に命に関わる貧困とか、そういう場合の緊急支援では、命をつなぐための支援、食料だったり医療だったり、そういうものが必要になります。で、基本的にはそういうものっていうのは政府とか NGO が主体して、行っていきます。で、日本の、311の後みたいに政府がちゃんとしているところで機能している国であれば政府が主体的に動いて、解決をしていくんですけれども、紛争していたりとか途上国とか行政がちゃんとしていないところでは、うまく機能していないところでは先に NGO が入っていってで活動することでそれに倣って、政府が動いていくという現状があります。はい、でもそこで命がつながるわけですが、みんなずっとそこにとどまっていたいわけではないですよね。やっぱりいつか自分の足で立って生活していきたいって思ってるはずで、その次のステップとしてあるのが自分の足で立って、生きていくための自立支援です。そこを支援しているのがハビタットです。はい、ハビタットがなぜ家を支援するのか、3つの理由があります。1、家、自立するために真っ先に必要だから。豪華でなくても健全な住宅、それは人間が人間らしい生活するための基礎だと思っています。災害や貧困から立ち直ろうとする人々に真っ先に必要なのは健康、プライバシー、子育て、そして仕事への活力、その土台にあるのが安心して暮らせる住宅だとハビタットは考えています。はい、で、2つ目、何もかも支援できない以上、一つの NGO なのでどこに支援するのかより効果的か、つまり一番多くの人の支援になるかを考えながら、例えばこの図でずっと食料支援をしていると、でも食料っていうのはずっと食べてたらなくなってしまうのでずっと与え続けるんですね。でぐる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 で依存体質になってしまうっていう問題もある。ただもし自立支援で家を建てて自立してくれたら、また次の人を私たちが支援できる。で自立してくれた人は自分の家の軒先で商店を始めたりとか、そういうことをして周りの人にもいい影響を及ぼしてくれます。はい、で3つ目、ボランティアが対等な立場で参加できるから。ハビタットの現場では、現地の人とボランティアさん、日本から行くボランティアさんが一緒になって家を建てます。それがすごい面白いところなんですけれども、ボランティアの力っていうのは元気をもちろん勇気づける力もちろんあるし、プラス日本に帰ってきてから広める力でもあると思っています。はい、では、ハビタットは自立支援をしていると言ったので、自立支援へのこだわり話させていただきます。まず、家を手に入れる人は、家をもらうんではなくって建築コストの一部を負担します。そして時間をかけて自力で返済していきます。また、300時間から600時間一緒に、現場で働きます。でそれをすることによって何が起こるかというと、自らの力で家を持つことができたっていう自負と自尊心、地域コミュニティにおける助け合いの精神を促進できる、建築の過程で住居の維持と管理習得ができる。自分で作っているんでちょっとぐらい壊れたらどうやって直すかっていうのが自分で分かる。はい、それからもちろん最後、建築費を削減することができます。はい、特徴その2、一緒に汗を流し共に気づく。日本から年間900人ものボランティアが海外に行って現地の家族と一緒に家を建てています。はい、中にはこういう、ちょっと有名なオバマさんとかブラピーとか中田秀とかそういう人たちも、参加してくれています。はい、ちなみにワンディさん、さっき家が洪水で埋まってしまったお家ですね、どうしたかっていうとハビタットが支援することになって、左側がビフォーで右側がアフターですね。穴が開いてたところとかもきれいになって、子供が落ちる心配もなく、今暮らしているということになっています。はい、以上です。